皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は青島アンバサダーとして最後のご紹介。青島よりご提供いただいたキットよりプリペイントモデルの裏缶を制作です。すでに塗装がされており組み立てるだけのキットですので、素組みでのレポートをパート1、2でご紹介。パート3ではできそうな改造やディティールアップをご紹介していきます。まずは裏缶がどんな車なのか調べていきましょう。ランボルギーニで製造されている V10 エンジンのスポーツカーで、ガヤルドの後継車種として2014年にデビューしたのが裏缶です。アウディの2代目 R8 とはエンジン、ドライブトレーン、シャシーが共通の兄弟車になります。デザイナーはアベンタドールと同じフィリッポ・ペリーニで、見た目はアベンタドールに若干似ていますが、アベンタドールと比べ裏缶は小さめのボディサイズとなっています。特徴的なルーフのラインは日本の折り紙から着想を受けたもので、エンジンは V10NA エンジン、駆動方式は 4WD とガヤルドより踏襲しています。 LP6104 をベースにオープンモデルであるスパイダー、肉の LP5802、航空機から着想を得たという仕様がアビオ、軽量化を図りパフォーマンスを上げたペルフォルマンテ、空力性能が高められた大幅改良モデルである EVO、 レーシングカーの公道仕様である STO、 EVO と STO の良さを併せ持ちつつ改良したモデルであるテクニカ、オフロード仕様のモデルのステラート、他にも特別仕様車などカテゴリーやグレードがいくつも存在し、パーツ構成はこんな感じ。エンジンもしっかり再現。外装パーツなどは組み立てやすさを重視し、可能な限り細分化されていると感じました。まずはペイントが施されたボディですが、実車さながらに忠実に再現されており、ボリューム感たっぷりの曲面流星形や折り紙から着想を受けたフォルムもバッチリ再現。むき出し感満載のリアエンジンフード部分は早く組み立てたい欲をバッチバチに駆り立ててくれます。ペイント済みということもあり、とても光沢がありツルツルしているボディという印象でした。メッキパーツは主にライトのリフレクターなど、当然テールなどのクリアパーツもしっかりプリペイント済みです。ウィンドウなどのクリアパーツランナーは一部が切り離されペイント済みとして同梱。手のかかるウィンドウ内側の黒セラミック部分も塗装しなくて OK です。細分化され組み立てやすさを重視して設計したであろう外装パーツは説明書通りじっくり組めばサクサクと進行できそうです。シャシー裏面も実車さながらのディティール、ボルト類などを追加で塗装できればもっと精密になると思いました。足回りのパーツやエンジンはシルバーとブラックで塗り分け済み。エンジン部分は追加で汚し塗装などをしても面白いかと思います。インテリアパーツはただのブラック一色ではなくグレー系がベースのパーツ構成。塗り分け部分もフラットブラックとツヤありブラック、シルバーとガンメタのようにいくつものカラーで塗り分けられていて、本当に塗装しなくていいんだと思わされます。ホイールは2種類付属。デカール内容はメーターが3種類収録されていて、自分好みにカスタムできそうです。早速組み立てていきます。まずは説明書の1から4番まで、主に下回りから足回りまでを組み立てていきます。パーツをそれぞれ切り出しゲート処理をし、組み立て準備完了。下回りにシャフトカバーを取り付けるところからスタートです。こちらのシャフトカバーはボルトで台座と固定できるディスプレイ専用パーツに付け替えることも可能で、選択式となっています。これは地味に嬉しいパーツ構成ではないでしょうか。次に足回りですが、ハブ側からピンを出しポリキャップをはめ込んだホイールを取り付ける方式。シャフト類やアーム類も
しっかり再現され、塗装もバッチリです。最新のキットらしく、どのパーツ同士も愛は抜群。そしてスナップキットの流れかは分かりませんが、なんとなく接着剤なしでも組み立てられそうなくらい絶妙なフィット感があります。それでも接着は必須かと思いますので、接着剤はタミヤの速乾タイプの流し込み接着剤に通常の白豚の接着剤を併用しました。次にエンジンの組み立てです。エンジンパーツはそれぞれ基本的に2分割のパーツ構成となっていて、それらを組み合わせ組み立てていく形です。パーツ構成は大きく分けて3つの構成。エンジンブロックとエキマニとミッションケースをそれぞれ合わせ組み立てたら、それぞれを合体。エンジンブロックにはエキマニを取り付けていきます。その後先に組み立てておいたリアの足回りとともにシャシーに組み込み、カバー類を取り付けていきます。 F1 のレギュレーションにより V10 エンジンは開発されましたが、かつては BMW の M5 やポルシェのカレラ GT、 近年では V10 エンジンそのものが絶滅危惧種として扱われており、国産ですとレクサス LFA、 海外ですとこのウラカンと兄弟車であるアウディ R8 くらいしかありません。その V 型10気筒エンジンをプラモデルで組み立てられる喜びは希少な存在と言っても過言ではありません。そんな喜びをかみしめつつ組み立てていきます。次はこちら、デカールの貼り付けを行います。デカールはホイールキャップが個数分として8個が収録、メーターは各シチュエーションパターンとして3種類が収録、ナンバープレートは社名含め3種類が収録。いずれも自分好みでチョイスしながら組み立てることができます。ここではデカールの貼り付け1として組み立てたエンジンパーツや足回り、これから組み立てていくインテリアパーツにまとめて貼り付けを行います。エンジンのカバーやブレーキキャリパーにはランボルギーニのエンブレムを、インテリアではメーターやハンドルセンターのバッジ、その他細かい各ボタン類のデカールを貼り付けです。各ボタン類など細かい部分は塗装ではなくデカールで再現されていますので、しっかり貼り付けていきます。デカールを貼り付けたらインテリアを組み立てていきます。シートは前後で分割されたパーツを組み合わせ接着。センターコンソールとペダルを取り付けたらシートを取り付けます。その後ダッシュボードを取り付け、エンジンルームとの境目パーツにはクリアパーツを取り付けます。このクリアパーツまでもがしっかり黒セラミック部分が塗装されており、抜け目は何一つ感じられません。完璧なパーツ構成と言えるでしょう。内張りもしっかり塗装され、台座パーツへの組み付けもジャストフィット。簡単にサクサクと組み立てることができました。その後フロントのスプリングを取り付けて、インテリアのバスタブをシャシーへ接着。ホイールとタイヤを組んだらシャシー側へ取り付けていきます。すべてのパーツがストレスなく組むことができ、塗装もしてあるのでめちゃくちゃクオリティ高く組み上げることができます。プリペイントモデルは今までの苦労を吹き飛ばしてくれる革命的な新しいプラモデルの形ではないでしょうか。別角度では青島が展開するスナップキットのステップアップにもぴったりだと思います。今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。